おはようございます。安倍義俊です。ライカ M11P を購入して3日目の朝です。3日目の朝です。4日目の朝です。毎日やるつもりかって感じですけど、まあしばらくちょっとこの話をさせてください。昨日、ちょっと1本、本当はこれについて話す動画を撮ったんだけど、もうグダグダしすぎちゃったんで、ちょっとボツにして、もう一回その話を、しようかなと思います。そうだな。どっから話そうかな。まずは、買った初日は、その西田さんと一緒にその銀座のライカショップに行ったんですけど、で、その日は、何かちょっと取りに家帰ってから出ようかと思ったんだけど、恥ずかしいから言わなかったですけど、楽しみすぎと緊張で、その買いに行った日の朝4時半ぐらいに目覚めちゃって、子供じゃないんだから、ということで、なんか夜くたびれたりして、早々に、寝て、次の日、2日目にもうこれを持ってだからもう写真撮りに行きたかったわけですよ。でもなんかちょっと子供たちが学校早くに帰ってきちゃう日で、その上の子がもう友達をちょっといっぱい家に連れてくるからみたいなんで、もう息巻いていて、ちょっと家から出られなくて、と思ってたんだけど、まあちょっと夕方にご飯の買い出しに行くついでにちょっと散歩してもいいかなみたいなので、じゃあその代わりその下の子の、まあ塾みたいなものにちょっと行ってて、下の子が。で、それの送り迎えをちょっと俺がやるから、って言って、で、公園に20分だけ散歩して、で、夕飯の買い出しをして、で、子供の、送り迎えをやって帰ってくるみたいなタイトなスケジュールの中で、ちょっとだけこれを持って散歩に行ったんですよ。で、レンズもう何つけようかなと思って、もうジャンクレンズ遊びが今止まらない状態で、今これに、キャノンの EF マウントを M マウントにできる。この話はしたっけボツだっけどっちだっけ？ EF マウントもう喋っちゃおう。EF マウントのレンズをライカ M に変換するマウントアダプターを見つけて、もうこのお高いカメラでやる遊びじゃないんだけど、キャノンの家にあった安い、しかも EFS のとか APS-C の方のレンズの、いわゆるカメラ、普通の一眼レフの古い一眼レフについてくるキットレンズかなんかを見つけてきて、なんかね、ジャンクレンズあさりが止まんなかった頃に、そういうキャノンとかニコンとかのキットレンズとか、その同時期に出てたそのシグマの、まあ、割と安い価格帯のボディプラスチックの、レンズとかをなんかね、呼ぶわけも分からず1000円とかでヤフオクで売られてるのをなんか買い漁ったりして、同じなんか35から80ミリみたいな、なんかレンズがなんか5、6本家にあったりして、これどうするんだみたいに思ってたやつが、そこにここにガチャッとついたりしてる。で、見た目的には、この先にプラスチックのレンズがつくのはどうなのと思ったんだけど、ちょっと後で撮った写真見せますけど、意外と改造していて、まあ、四隅がポワンポワンになっちゃったりしたりとか、まあ、APS-C のレンズなんで当然蹴られていたりするんだけど、蹴られに関してはこいつトリミングできるんで、そういうものも応用したら結構使えるかなと思って、もちろんそれをやっちゃうとこの一番の特徴であるレンジファインダーが使えなかったりとか、まあいろいろあるんですけど、絞りが開放にしかならないとか、いろんなことあるんですけど、それでもいろいろ使えたりして、もう何の話をしようと思ったんだっけ。まあそれでそのジャンクレンズ遊びが止まんないで何のレンズをつけようかと思ったんだけど、初日は、まあ一応ライカのレンズで行こうということで、自分の持っている難あり品ばかりの、レンズコレクションの中では比較的まともに写ってくれる、まあ古いレンズですけど、ズニタール 50mmF2 です。のレンズをつけました。これはバルサムって松ヤニでコーティングされてるんだけど、それが端っこのとか欠けてきちゃったりして、いるんだけど、まあレンズの端っこなんで写りにはそれほどの影響はなくて、あとはまあ中にゴミが入ってたりとかしてね、まあいろいろあるんですけど、まあとりあえず写ると。で、やってみて思ったんだけど、いくつか思ったことがあって、まあ一つはレンジファインダーは、やっぱり慣れるまではこれ結構大変だなと。コーヒーをこぼしたら大変と思って、ちょっと避けながら飲みました。うん、大変でした。思った以上に。要するにレンジファインダーから覗けてる風景、これ50ミリなんで、だからの中の、まあ最初分かってなかったんだけど、四角い白枠の中なんだけど、全体が綺麗にここで見えた通りに映るんじゃなくて、ちょっとなんか枠がちょっと違うんですよ。だったりとか。あとは、レンジファインダーで、要するに、ファインダーで映ってる像の真ん中に、ちょっとずれた像が映って、それをピントをクリクリと動かして、その2つのずれた像がピタッとあったら、そこでピント合ってますよ、みたいな、ピントの合わせ方なんですよ。で、それがだから、なんか風景を、なんていうかな、釣りをしていて当たりが来たみたいな感覚に近いのかな。何か
風景を捕まえたっていう感じがあって、とても良かったりするわけですけど、まあ大変なわけですよ。で、像が横にずれているみたいなことが分かりづらいモチーフのこともあるじゃないですか。例えばその草がいっぱい生えてる時とかに、それが2つにこうゾワーッとずれていったところで、どの草とどの草がなんだ同じ像のやつなんだみたいなことが分かんなかったりするじゃないですか。あるいはのっぺりしたものとかね。だったりするんで、そうするとちょっと似た距離のここでピントを合わせてからまた戻ってみたいなことをやっていくうちに、そのなんかもたくたしちゃって、これがまあ取れるようになるまでには、まあやっぱりちょっとしばらく時間はかかりそうでありますと。で、それで思ったのは、初日に、だからこれを買った日に、銀座のライカショップにそのプロの写真家の西田渡さんと一緒に、まあ一緒にというかな、連れて行ってもらったんですけど、そこで僕が買っている姿みたいなものを、ちょっと写真に撮ってもらってたりして、これは銀座のライカショップで僕がライカを、見てるところを西田さんが写真撮ってくださったものですけど、そうですね、これは多分西田さんのライカを、触らせてもらっているところですね。レンズがついてるんで、みたいな感じで見ていてこれはだからその数十分後に自分のものになるであろうライカを見てる僕の顔で確かにこんな顔をしていた。緊張とワクワクでねそうこんな目で見てましたよ。いや本当になんかこの日のことをね思い出しますよ、きっとこの写真を見返した時に、これは西田さんにいただいた写真集を見てるとこで、そして買う瞬間ですね緊張している。そうこの写真を撮った時に僕がじゃあここで1枚写真撮りましょうって言ってもらって、その首から下げて、撮って、で西田さんが一歩前って言われて、背景とのそのボケ量を調整したんだと思いますね。そういうのがなんかこうなんかね当たり前ですけど様になってるとか、この一歩前みたいな言葉がなんかちょっと印象に残ってますね。なるほどねと思って、でそのカメラをちょっと持ち上げてくださいって言われて、持ち上げると革のベルトがちょっと硬いのでこう大きく外側にミヨッとたわんじゃったんで、それをちょっと手で押さえながら撮ったりしていました。僕のかなり曇っているエルマをつけてるとこで、でも本当になんか本当この日のなんか西田さんに来てくださってよかったですよ。本当にこれがずっと大事な記憶のフックになるっていうか、この日の感情をね思い出せる一枚になってると思うんです。この辺りとかがなんか上手だなと思うのは、本当になんかこう様になってるというかちょっと写真をちゃんと撮っている人みたいな、僕は初めてでレンジファインダーがよくわかんねえと思いながら、あれって思いながら撮ってるけども、なんかしっかり撮ってる人みたいに見えるのと、まあなんとなくこの様になってる風に見えるのが本当にすごくて、見てよく見るとわかるけど、僕もう本当に肩掛けのショルダーのカバンと手提げのカバンとライカの紙袋でかいやつと、でさらにでかい傘も持っていて、もうえっちらおっちらで大変だったんですよ。だからそれを何かこうパッと1枚撮って、本当に背景のボケて空間にパッと浮き上がってる感じといい、自分のなんか表情なりその手の仕草なりちょうどなんかこうよく見えるところをいい感じに撮っていただけて、大事な記念の写真になりました。ありがとうございます。で自分の大失敗写真についての話なんだけど、いや難しかったのと、設定が僕はまだ分かってなくて、何かどのレンズをつけているのかを登録するモード、呼び出すモードみたいなものがあって、なんか間違えて 21mm F2.8 みたいな全然これ 50mm のレンズなのに間違った、レンズをなんか登録しちゃっていて、液晶で撮ろうと思うと、液晶の中になんかこうね 3D っぽくこうパースのついた長方形が表示されていて、これなんだろうと思いながら撮ったんだけど、多分そのレンズのなんか歪みみたいなものをここでちょっと補正してくれていたのかなと思うんだけど、なんかそんなものもあって、ローで撮ったやつがそれが反映されちゃってるのかどうかちょっとよくわかんないけど、もしかすると本来のこの 50mm とはまたちょっと違う変な歪み方をしちゃってる写真が混じってるかもしれないですね。みたいなことがまあ分かっていなかったりとか、僕で言うとだからもうピントを合わせるのに四苦八苦だったりとか、もう落っことすのが怖くてビクビクしていたりとか、まあいろいろあったわけですよ。でまあ20分しかないんでね、もう早足で歩きながらなんか撮るもんないかな、でもなんか撮るもんないかな、なんだろうな、探しに行かなきゃ見つからないんだっていうのはちょっと思いましたね。
自分はだから非常に受け身の人間で、何かが来るのを待っちゃうタイプなんだけど、写真撮るときには本当に自分で動いて、自分で何か、何でもない風景の中に何か面白い場所を発見しないと、どうにもならないというか、その観光名所に行ってるとかじゃないんだから、公園をちょっと歩いてるだけなんで、そこで何を見つけるかですよね。なんか散歩が日課になっていた時期があって、同じようなルート、いつも通ってるルートになっちゃうと、ついついその注意力が働かなくなるというか。でもそんな時も、だからこうファインダー覗くと、なんていうかな、気づけたりとか、しますね。やっぱ風景が切り取られるのと、あとやっぱり、ファインダー覗いて、写真撮ってると、その一瞬だけは、なんかそこにある風景を、貸し切りにしている感じがして、大変いいです。自分はだからなんか長らく、どっちかっていうと、液晶で撮っても、楽だというか、その分ミスが少なかったり。自分はどっちかっていうと、没入しすぎちゃうとか、一個のものに聞い取られて、背景にでっかい空き缶が起こってるのに気づけないみたいなことをしちゃうタイプなんで、ちょっと引いてみた方がいいかなと思ったんだけど、ちょっとレンジファインダーで、ちょっとファインダー覗く習慣をつけて撮っていこうかなと思っています。そして、今年の怖いで、思い出したけど、ストラップを探しています。この辺りが昨日喋ってグダグダになってボツにした話だけど、ライカショップでアルチザンアーティストの、ちょっと長いからアルチザンと略しますけど、アルチザンのストラップを見せてもらって、絹糸かなんかで紐状になっている。なんだろうな、紐状なのにめっちゃおしゃれに見える。この辺のその留め具のあたりとかの革のカバーとかの作りとかがめっちゃ良かったりして、値段いくらするんだろう、5万円弱ぐらいのお値段なので、ストラップで。でも、これを落としちゃダメだし、こいつに見合う何かなんだろうな、デザインなり、質感なりのものをつけたいじゃないですか、せっかくだから。一生ものと思って買ってるんで。なので、これを言ったかと思ったんだけど、長さ調節ができなくて、長さ自体は、アルチザンの絹糸のストラップ2種類あるんですよ。で、長い方を使って、例えば、短くしたいときは上を結べば短くなりますよって言われたんだけど、そうじゃなくて、割と頻繁に取りながら長さを変えて取ったりしたいんですよね。例えば、だからこう首にかけといて、僕は大体たすきで持ち歩くんだけど、こういうふうにストラップをピンと張って取ると、例えば手ぶれを少し抑えられたりとか、なんかそんなようなこともありますし、自転車に乗って移動して、気になった時にちょっと止まって取るみたいなことをすることもあるので、めったにないですけど、でもそういう時とかに、あんまプラプラしちゃ困るから、そういう時はクッと短くしたいわけですよ。それを一瞬でやりたいんですよね。で、何かあった時にちょっと緩めて、タッと取ってすぐ戻すみたいな。でそういう意味では、だから忍者ストラップ僕も忍者ストラップ随分長い間使ってましたけど、あれは長さの調節が非常に素早くできていいんですよね。確かに西田さんがどっかで紹介してたと思うんだけど、いいストラップで。そこに行こうかなと思ったけど、もう一つ何か特別感みたいなものが欲しくて。できたら、なんかこれは純正の、ライカの純正のやつを結局つけてもらったんだけど、これは、しばらく使ったら馴染んでくるかもしれないけど、ちょっと皮が、固めなのと、やっぱり長さ調節がないというところで、何か代わりになるものを探してて、結局今のところ、この今まで使っていたライカの XE につけていたピークデザインの、これはリーシュっていう細いタイプのストラップだけど、これのスライドライトっていう、これより一回り太いバージョンがあるんで、とりあえずスライドライトの黒を1本買ってみて、そこに、別なメーカーの革でできてる肩当てみたいなのをちょっと1個買って、それをつけてしばらくは使ってみようかなと思っていて、今、ちょっと注文してみたところなんだけど、で、このピークデザインのそのストラップ自体は、この布というか、このベルトの素材が非常に質感が良くていいんだけど、でもやっぱり、もう一つなんか革のやつがいいよなとも思うんですよね。で、革のやつでいろいろ調べていくと、35ミリのフィルムをモチーフにした、だから革なんだけど、両側面にこう穴がプップップップって開いてるフィルムみたいになっている革製のストラップとかがあって、それもかっこよくて、これいいなと思ったんだけど、やっぱり長さの調節はできないんですよ。じゃあみんな長さの調節をそんなにしないのかな。そうだな。あとは、ドリップだっけ ?YouTuber の、高沢圭介さんとかの、そのお友達の方々で作ってる会社なのかなが、革と真鍮でできてて、ちょっとだけ長さ調節があるストラップを、作ってるみたいで、ちょっとそれが、候補には上がって
いるかな。もうちょっと情報が見つからなかったんで、そのあたりの調べてよかったらもしかしたら買うかもって今思ってるところで。あとはだから長さ調節ができて何か特別感のあるカメラのストラップをご存知の方がいらっしゃいましたら、もうすぐ見てる方に頼ってしまいますけど、なんかちょっとコメントで教えていただけると嬉しいです。あとは、どんだけビビってるんだって話ですけど、やっぱりこう置いた時とかにここに傷がつくのとかまだ怖かったりとか、そのうち、いやもうガシガシ使うって決めたんだからもうガシガシ使うぜ。もうそもそも頑丈に作られてる、ものなんだからって思うんだけど、そうだな、なんかあとしばらくの間だけケースに入れてちょっと使ってみたくて、ケースを今探していて、でやっぱり革製のケースで、まあまあその1万円前後ぐらいのものからもうちょっと高いものまで、いろいろ出ていて、あんまり安いものだとちょっと強度的にとかなんかすっぽ抜けたりしておっかないですからね。なんかちゃんとしたメーカーのやつで今探していて、中古でライカ純正のやつなのかな、革のケースを見つけたんで、ちょっとそれでもいいかなと思って今迷ってるところで、中古のライカ純正のやつはここのグリップのここに膨らみが多分ねないんですよね。で、割とサードパーティー製のやつはここにグリップもついてるやつがあって、グリップついてるやつで何個かいいのがあったんだけど、でもな、この形で使いたいですよね。結局のところ、多分多くの人たちがむき出しで使うようになるの。結局のところ、無駄を削ぎ落としてここに来たのに、ここにケースをつけるなんてっていうのは、まあちょっとあるんですよね。だけど、そうだな、ちょっとだけケースをつけてみたくはある。というようなところで、そう、今日つけているレンズは、カメラはいつもの通りシグマ FPL で、つけているレンズは M42 マウントの富士の 50mmF1.8 です。F1.8 開放で使ってますけど、ピントが心配だけど、写り的には、そうですね、割と、いいんじゃないかな。富士のいいレンズですね。これまた中古で多分安く買ったやつですけど、こんな、なんか、役に立つと。DJI Pocket 3を撮って、ここのカメラを触ってる手元を映そうと思ったのに完全に忘れていた。あらら。というようなことでした。ありがとうございました。ではでは。